さあ、本当の潜入調査の始まりだよ。本当の潜入調査？私は最初からあのビルには大して期待していなかった。重要なものをあんな手を伸ばせば届く場所に置くはずがないからね。でも興味深い情報を見つけたよ。だからフレックさんはわざと捕まるようにしたの？プラン B ってとこだね。一番いいのは自分たちでここにたどり着くことだけど、やっぱりここにもないか。何を探してるの？信号さ。ここには外部に向けた通信信号が一つもない。その通信機、捕まった時に没収されなかったの？持っていたのは一つだけじゃない。それにここまで誰とも出会わないのもおかしい。私たちがどれくらい前に捕まったか覚えてる？少なくとも24時間は経ってるよね。確か全部で3回食事が出たもの。食べ物をもらえたの？フレックさんはもらえなかったの？水すらなかったよ。これって差別じゃない？ここから出たら軍事法廷に全部を訴えてやらないと。でもまさかあなたがあの偽支部長の姉だったなんてね。私は彼女の姉にはふさわしくないよ。確かに。あなたは見た目も性格もどっちかというと妹タイプだね。はあ。顔立ちと髪色は確かによく似ている。まさか異母兄弟か異父兄弟なの？父も母も一緒。お腹の中から一緒だった双子よ。ならあなたたちは全然違うね。一人は勇気を奮い起こしてようやくコンビニでバイトする元引きこもり。もう一人はブルーマウンテンを統治する支部長。偽物だけどね。天井の鳥と泥の中のミミズぐらい違う。ミミズだってくねくねしてて可愛いじゃない。どっちみち今は時間があるんだし、あなたたちの過去を教えてよ。それは私の好奇心を満たすだけでなく、あなたの妹を救うためにね。わかった。実はね、全て私のせいなんじゃないかって思うの。母は私たちを産んだ後すぐに亡くなったから、父が苦労して育ててくれた。でも私たちが10歳を過ぎた頃、父も。私たち姉妹は2人で力を合わせて生きていくはずだった。そんなの嘘だもん。違うよ。お父さんは悪者なんかじゃない。ブルーマウンテンの英雄だよ。お姉ちゃん。お姉ちゃんがついてる。私が必ずドライバーになってミアを守ってあげる。そしてあの人たちにパパが悪者でも裏切り者でもないって証明してみせる。でも私はひるんでしまった。一番前を向かなきゃいけない時に後ろを向いてしまったの。後ろにあるのは深淵だってことが分かってなかった。不合格だ。どうしよう。ごめんなさい、ミア。ごめんなさい、お父さん。それから間もなく父が死んだ。原因は過労による急性心筋梗塞よ。あなたたちの父親は前任のブルーマウンテン支部長だよね。ブルーマウンテン支部に勤務していつも重要な会議に参加していた。それにあなたは前任支部長のオフィスのパスワードも知っていると言っていた。フレックさんの言う通り、父は前任の支部長よ。
解せない部分がある。あの総裁執務室の資料である名簿を見た。そこにはブルーマウンテンで過去に行われたドライバー適合率テストの資料が記録されていた。その中に極めて稀な適合率 100% の者がいた。 100% だなんて選ばれしエリートドライバーじゃないの。エリート？むしろハイパーエリートと言ってもいい。世界中を見渡しても 100% のドライバーなんて両手に満たない。彼女たちは神の申し子で生まれながらの英雄だ。でもブルーマウンテンにそんなドライバーがいるなんて聞いたことがないよ。本当に知らないの？聞いたことがなくても見たことはあるはずだよ。あなたの家に鏡がないなら別だけど。ミカ・ウィリアムズ、適合率 100% のドライバーはあなただ。私がないないない、同姓同名じゃなくて私が 100% なはずがないよ。その可能性もなくはないし、記録が間違っていることもあり得る。ただし事実であることもあり得る。私が 100% ならあの通知は一体。あなたたちの家族は興味深いな。トントントン、誰かいるかな？お邪魔しまーす。誰もいないね。フレックさん、これって通信機かな？どれどれ？違うな。これは単なる警報機だ。でも警報機ならケーブルをどこかに接続することでアラームが鳴るはずだよ。外部と通じているのかも。数分くれないか？ケーブルを通信機に接続してみるよ。そういえばここはどこなんだろう。大きなタンクがたくさんあるよ。中身は液体みたいね。何の液体かな？フレックさん、脅かさないで。中身を知りたい？なら開けてみよう。青？この青い液体ってまさか。ニムビウス溶液。これならよく知っている。間違いようがない。これがニムビウス。綺麗ね。これを吸収するだけでドライバーになれるんでしょ？もちろんそんなに簡単じゃない。これも必要だよ。これは NBS 薬剤。どうやらあなたはお父さんからドライバーに関する知識を得ていたみたいだね。これを注射すると体がニムビウス溶液を吸収して体のあちこちが大きくなるんだ。もちろん体全体も同時に大きくなる。これってまさか本物じゃないよね？試してみる？私が今ここで？この NBS を注射してからこのタンクに飛び込むと巨大化する。ここにあるニムビウスエネルギーの量なら十分だよ。ダメ。私体系的な訓練を受けたことないし準備だってしてないもの。絶対無理だよ。自分の適合率でドライバーになれるか知りたくないの？大丈夫。私も最初は準備なんてしていなかった。入ったばかりの時はちょっと痛いけどすぐに気持ちよくなる。少し我慢すればいい。やめて、フレックさん。通信機に信号だ。やっぱりこの回路は外につながっている。危なかった。でも
がドライバーになるチャンスだった。どうしてこんなに体が震えてるんだろう。イーダの通信コードまだ起きてるといいんだけど。もしもし、聞こえる？いや、フレックか？この声はナビゲーター。